こんにちは、ネイチャータケです。今日はどのようなカスタムをしているのかっていう紹介もさせていただきたいと思います。僕のテーマはマットブラックエディションで、まず一つ違うのがこの正面のグリル。このグリルは元はメッキなんですけど、マットブラックの塗装をしてもらっています。基本今から紹介する塗装は全て車屋さんにお願いしております。それからここのフォグランプの周辺のフレームのところですね、ここもマットブラックにしています。でもともとこれもメッキなんですけど、ブラックエディションだとここがもっと大きなものになると思うんですけど、そうではないんで、もともとの純正を塗装してもらっているという状態です。で、横から見てもらうと分かるんですけど、ホイールもマットブラックに全部塗装しています。これはもともと純正のアルミなんですけど、その純正のアルミを塗装している状態です。本当はデルタフォースさんのホイールとかつけたいなと思ってたんですけど、結構値段するんで、最初は純正を塗装してこのホイールを楽しみたいなと思ったので塗装をしました。雪国に住んでる方とかはこの純正をスタッドレスタイヤ用に取っておいて、納車の時にお気に入りのホイールを装着するっていうパターンが結構見受けられるんですけど、僕が住んでる地域は雪が降らないし、これをメインで使うように塗装しています。で、タイヤ BF グッドリッチのオールテレーン、サイズは2657017インチで、そのままここ中見てもらうと分かるんですけど、フロントだけリフトアップをしていて、ここ純正のショックの上にガレージミニッツ製のコイルスペーサーをつけています。このボルトで高さ調整ができるらしいんですけど、僕は車屋さんに納車の時にバランスよく見えるようにしておいてくださいとお願いをして今の高さになっています。あまり上げすぎたら、前だけ上げすぎちゃうともうバランス崩れて運転しづらいとか、やっぱ安全性が損なわれるので、その辺はちょうどいいようにしています。なので真横から見た時に分かるんですけど、前だけ上げてることで水平な感じのシルエットになってます。後ろは純正そのまんまなんです。もともとは前下がりの状態なんですけど、それがあまり好きじゃなかったので前だけちょっと上げている感じになっています。荷物をたくさん積みすぎると後ろ荷重になってしまうんで、まだそんな変なバランスになったことはないんですけど、そうなっちゃうのかなってちょっと懸念しているっていう感じです。あと塗装している部分でここも塗装します。サイドミラー、ここはもともとはボディと同じ色だと思うんですけど、マットブラックエディションというテーマでさせてもらっているので、ここもマットブラックに塗装しています。本当はその流れでいけばこのドアとかあそこのキノコミラーとかも塗装するのもありなんかなと思ったんですけど、あまりやりすぎるとちょっと純正とかけ離れすぎてしまうので、それはちょっとやりすぎになるかなと思ってここまでで止めておきました。それからリアのガーニッシュも塗装してもらってます。よくロゴだけメッキを残して塗装とかっていうのはよく見るんですけど、もう今回は全部ロゴごと全部マットブラックに塗装してもらいました。で、エンブレム、ここもマットブラックにしています。これは納車の時はメッキだったんですけど、ここだけ自分で後から染めようとずっと思っていて、ようやくこの間染めることができたという感じです。で、直塗装する時なんですけど、かなり簡単で、用意するのは3つスプレーがあればいいと思います。1つがシリコンオフって言って、これを釣り糸とかで剥がしていって取るんですけど、両側に両面テープがこびりついてるので、それをまずシリコンオフで取っていく。で、エンブレムの表面の余分な油脂とかもシリコンオフで全部きれいに取った後、密着ロンっていう塗装剤をよりしっかりとつけるっていう中間剤みたいなのがあるので、それを先に吹きつけて乾燥させた後、自分が染めたいマットブラックのスプレーを使って染めるというような感じですね。で、これはマットブラックをね3回重ね塗りしました。密着ロンは2回の重ね塗りっていう感じです。今のところ全然何も問題ないです。再度貼り付ける際は両面テープをオートバックスとかでエンブレム用のとか売ってるので、そういうのを買ってつけてます。外す前にまずマスキングで型取りをしてから外して、でまたつける時にそのマスキングに沿ってつければ大丈夫だと思います。塗装に関してはそんなもんです。納車してからあと変えたもので言えば、このガナドールマフラー、ガソリン車なんですけど、ディーゼルだとリアピースだけになるんですが、
ガソリン車はセンターピースまで全部ごっそり変えるので音が結構変わってくれます。うるさくはないんですけど、車内で運転していて程よい低音が響いてくれて、ものすごく運転していて気持ちがいい。他の動画でも紹介してるんですけど、燃費が少し向上したり加速が良くなったり、そういう点があるので、体感として信号待ちからの発進の時の加速がかなり変わりました。ガナ通りにする前は結構踏み込んでようやく進んでくれるなっていう感じで、こんだけ踏み込むんやったらちょっと燃費やっぱ悪いんやろうなってなるところが、これに変えると割と少し踏むだけでぐーっと進んでくれるので、やっぱりそれは加速向上してイコール燃費向上につながっているのかなと、個人的には思ってます。あと概要欄にも僕のインスタグラムの URL を載せているんですけど、そちら見てもらうと、外装の写真だったりとかいろいろ細かい日常のこととかも載せてるので、プラド好きな方は見てもらえると参考になるような写真はいっぱい撮らせてもらってます。それからカーフィルムも施工してもらっています。純正の時はだいぶ中が透けて見えてたんですけど、これは今で何パーかな、貼ってもらってるフィルム自体は 13% から 15% ぐらいのやつで、仕上がりとしては 5% から 3% ぐらいの浸透率になってます。十分なプライバシー確保できてるっていう感じです。なんか2種類ぐらいあるんですよね。ルミクールっていうのとシルフィードっていうのがあって、シルフィードっていう方にしてます。カスタムした点で言えばそれぐらいの感じになっていて、一周ぐるっと見てもらってもマットブラックで統一していることによって、このアバンギャルドブロンズメタリックの車体がすごい引き締まって見えるなと自分ではすごい満足しています。もちろんボディがホワイトブラックの車だとしても黒っていうのはすごく似合うと思うんですけど、このブロンズのいろんな見え方に対してマットブラックっていうのはバランスのいい色なんじゃないかなと個人的には思っていて、すごく気に入ってる点です。あとはもう車中泊もっともっと快適にできるような仕様にしていきたいと思っているので、そっちに手間をかけたいなと思っています。なので外装はもうほぼこれが完成形という感じになっています。細かい外装のカスタムについては先ほども伝えさせてもらったインスタグラムの方に写真を細かく載せているので、そちらを参考にしてもらえるとより分かりやすいと思いますし、コメント欄で質問していただいたりとか、インスタグラムの方でコメントしていただいても答えれる範囲で答えたいと思ってますので、ぜひ聞いてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。